んにちは。シミカバー研究同好会の藤江です。私は銀座にコスメを買いに来ました。目的地はメゾンコーセーです。ここはコーセーが展開するさまざまなブランド、コスメデコルテ、アディクション、ジル・スチュアートなどさまざまな商品を取り揃えている店舗です。私はコンシーラーを買いました。今回はコスメデコルテ A9 のクリームコンシーラーをレビューします。コスメデコルテ公式の商品説明文をご紹介します。気になるシミそばかすをしっかりカバーし、汗や皮脂にも崩れにくいクリームタイプのコンシーラーです。潤いを与えながら溶け込むように均一にフィット。自然な仕上がりで骨格まで美しく引き立てます。日中の紫外線からお肌を守り、日焼けによるシミ・そばかすを防ぎます。エッセンシャルオイル、天然香料を使用した心安らぐ香りです。お色は全部で3色あります。001ライト、002ライトミディアム、003ミディアム。店頭でタッチアップしていただき、002のライトミディアムをおすすめされました。機械でファンデーションのお色味を測っていただいたところ、私の肌の色はやや明るめで黄色寄りとのことです。コスメデコルテのファンデーションマップだと201や301になります。ちなみに私は普段はクレドポーを愛用しております。コンシーラーの色はピンクオークル、ファンデーションの色はピンクオークル10です。清潔感のある純白のチューブです。蓋の部分には A9 ならではの立体的な美しいデザインが施されています。手に出してみます。とても柔らかくて伸びが良いです。袋がしっかり隠れました。少し伸ばしてみます。伸ばしてもほくろは意外と出てきません。かなりカバー力が高いようです。少しブラシでぼかしてみます。ブラシでぼかしたら少しだけほくろが浮き出てきましたが、かなりカバーされています。少し時間を置きました。時間が経つと少しだけまたほくろが浮き出てきました。ティッシュで拭いてみます。乾ききっていない部分はスッと取れたのですが、薄くしっかりブラシで密着させたところはこすっても落ちません。香りを嗅いでみます。割としっかりと香りがついています。いわゆる高級コスメの香りといった印象で、これは好みが分かれそうです。香りが苦手な方は一度店舗で試されることをおすすめします。このコンシーラーの成分には酸化亜鉛が入っています。私は酸化亜鉛入りの日焼け止めを塗ると体調によって肌にかゆみが出ることがあるのですが、こちらのコンシーラーは肌にかゆみが今のところ出ていません。強い酸化亜鉛アレルギーの方は少し用心した方が良いかもしれません。それでは実際にこちらを使ってお顔のシミをカバーしていきます。まずはスキンケアをしただけの肌の状態をお見せします。離れてみるとこのような見え方です。私の年齢は現在48歳です。肌質は乾燥肌よりの混合肌だと思います。肌のキメは細かめ、皮膚は薄めです。
近づくとこのような見え方です。小鼻のぽっかり毛穴や目の下のたるみグマもとても気になっています。右側の顔、皆様からご覧いただいて左側の顔の方がシミの量が多くて濃いです。ラロッシュポゼの日焼け止め下地を塗ります。お色はクリアです。こちらはカバー力はほとんどなくトーンアップ効果がある日焼け止めです。美容部員さんによると、コンシーラーを薬指に出して指でトントンとなじませると良いそうです。コンシーラーを少し足してみます。私は不器用でメイクが下手なので指でぼかしただけだと少し色ムラができてしまいました。資生堂のファンデーションブラシアス筆を使ってぼかします。こちらのブラシは断面は平らですが少し斜めにカットされています。一度塗りでかなりシミが隠れました。コンシーラーを塗っていない側の顔と比較するとこのような感じです。完全には隠れていないのでもう一度コンシーラーを重ね塗りします。結構たっぷりついちゃいました。ブラシでぼかします。2回塗りした状態です。少しシミがグレーに浮き出ているようにも見えますが、厚塗り感はなくとても綺麗にカバーできていると思います。反対側も同じように2度塗りでシミをカバーします。ごめんなさい。こちら側にコンシーラーをのせてブラシでぼかすところがビデオに撮れていませんでした。これは一度塗りでブラシでぼかした状態です。もう一度重ねます。こちらのコンシーラーは少し量の調節が難しいです。結構たくさんついてしまいます。やはり結構香りがしっかりついています。カバー力が高いので何も塗っていない部分と少し色の差が出てしまいそうです。ファンデーションのように滑らかな質感なので指に残ったコンシーラーを顔全体に薄くなじませてみようと思います。ほんの少しだけ足します。結構ついちゃいました。ブラシでなじませます。せっかくなのでフェイスパウダーありとフェイスパウダーなしで違いが出るかどうかを検証してみようと思います。フェイスパウダーはクレドポーボーテのプードルトランスパラント N を使います。こちらの容器は旧モデルになります。左側の顔、皆さんからご覧になって向かって右側の顔にだけフェイスパウダーをパフでのせます。はい、シミカバーメイクが完成しました。少
し離れたところから見るとこのような感じです。とてもみずみずしく緩めのテクスチャーだったので、ツヤ肌に仕上がるのかなと予想していたのですが、少しマットな感じに仕上がっています。近づいてみるとこのような感じです。私の肌は黄色寄りとの診断でしたが、こうして映像で見てみると少しだけコンシーラーが黄色く浮いているような気もします。それではこのまま少し時間を置いて様子を見てみようと思います。はい、だいたい6時間半が経過しました。離れてみるとこのような見え方です。本当は自然光のみで撮影したかったのですが、6時間後は部屋が暗くなってきてしまったため照明をつけています。そのためつけたてと6時間後で少し色味が変わってしまいました。近づいてみるとこのような見え方です。少し比較が分かりにくくなってしまって申し訳ありません。この日は外出せず快適な温度の室内でずっと過ごしていたのですが、結構テカリが出てしまいました。塗りたてと比べるとほんの少しだけシミが浮いてきたような気もします。ですが塗り直したくなるほどではありません。乾燥した様子はなく、コンシーラー特有のごわついた感じも出ていません。コンシーラーは塗ったところだけ少しオレンジ色に濃くなることがあるのですが、こちらのコンシーラーはそういった様子はあまり感じられません。少し濃いかなっていうぐらいです。フェイスパウダーのあるなしで比較してみます。こちらはフェイスパウダーをのせた方です。こちらがフェイスパウダーをのせていない方です。髪の毛の跡がつくかなと思ったんですが、今のところついている様子はありません。塗りたてはこちらのパウダーがある方がマットに見えたような気がしたんですが、時間が経つとあまり違いを感じられません。どちらもテカっています。強いて言えばフェイスパウダーを塗っていないこちらの方がテカっているかなっていう感じです。ツヤといえばツヤと言えないこともないような気がします。私はツヤとテカリの境界線がよく分かっていません。私はシミと目尻の小じわに交差点があって、ここがコンシーラーが溜まってひび割れになりやすいです。こちらのコンシーラーはあまりひび割れができていないような気がします。どうでしょう。パウダーをしている方がひび割れやすいかなと思ったんですが、こちら側もそんなにひび割れを感じません。ティッシュで押さえてみます。ティッシュにはほとんど何もついてきません。反対側も押さえてみます。こちらもほとんどついていません。小鼻も押さえてみます。こちらはほんの少しだけつきました。全体を少しティッシュオフしてみようと思います。うっす
すら取れています。こちらはリップが取れた色です。ティッシュオフした後もコンシーラーが取れてなくなってしまっているような感じはありません。でもよく見るとさすがに少しシミが浮き出てきてしまいました。コスメデコルテ A9 のクリームコンシーラーの検証はいかがだったでしょうか。コンシーラーは固めのテクスチャーの方がカバー力が強く、緩いテクスチャーだとカバー力が弱く化粧の持ちも良くないものだと思っていたので、正直驚きました。こちらの A9 のクリームコンシーラー、今まで使ったコンシーラーの中で一番時間が経ってもシミが浮いてきませんでした。ティッシュで押さえてもほとんどついてこなかったので、マスクにもいいのかもしれません。あとコメントで汗にとても強いと教えていただきました。かなり持久力のあるコンシーラーだと思いました。シワへの入り込み、ひび割れがないのもポイントが高いです。デメリットを挙げるとすると、チップタイプやスティックタイプと違ってそのまま直接肌にのせられないため、手が汚れる点が少し面倒に感じました。お出かけ先のお直し用にはあまり向いていない気がしました。あと色展開が3色と少ないので、人によっては色が合わないっていう場合もありそうです。あと個人的な好みなのですが、香りがもう少し控えめだと嬉しいなと思いました。あと量の調整が少し難しいかなと思いました。このように指に直接塗ってトントンと肌になじませるのもいいんですが、この手の甲などに塗って指でトントンと取って少し量を調節してからのせてもいいのかなという気がしました。価格はお高めですが容量も多くかなり伸びがいいので、もしかしたらコスパはいいかもしれません。今回こちらのコンシーラーはコメント欄でおすすめしていただいたものです。教えていただき本当にありがとうございます。私は今まで使ったことがあるコンシーラーは5種類程度なので、もし皆様のおすすめがあればコメント欄で教えていただけますととても嬉しいです。次回はコスメデコルテ A9 のクリームコンシーラーと私のお気に入りのクレドポーのスティックコンシーラーを半顔ずつ塗って比較検証しようと思っています。もしご興味ありましたらチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。バイバイ。